本当にお前は凶暴なやつだな。だいたい鏡を見たら虎に変わるのは俺の体質みたいなものなんだ。先にリンゴ食わせろって言っておいただろ。あの状況で言われた言葉なんだから、重みがある言葉だって察しろよな。だいたい裸くらいでギャーギャー騒ぐなよな。別に人がいなきゃ俺はあのままでだって過ごす。なんで自分の家で裸でいちゃいけないんだ。挙句の果ては蹴りまる。イラつく言い方するなお前。はあ、もうこの話は終わりだ。拉致はかねえし。それよりもやるべきことは他にある。まずお前に聞きたいのは、ヨシアを乗っ取っているかもしれない正義のタロッコについてだ。あいつは運命の輪の力を自分に使えと言っていた。あれはどういう意味だ。何を失ってもいい覚悟があるなら、必要な時に運命の輪の能力を使うといい。運命の輪は何が起こるかわからないけれど、確実にタロッコと宿主の関係性を変えてくれる。何が起こるかわからない。でもタロッコと宿主の関係性を変える力か。何を失ってもいい覚悟って昨日は話してた代償のことだろ。使ってくれって言われてすぐ使える代物じゃないな。まったくいい迷惑だな、アルカナファミリア。俺はタロッコをこの船に戻せればよかっただけなのに。タロッコについての知識はないんだろう。じゃあ外に骸骨がうろうろしている今、お前にできることはない。はあ。イチゴ頭、お前の仲間でヨシアの状態を戻す方法を知っている奴はいるか。サングラスの錬金術師か。頼む、フェリチータ。明日の朝が来てからでいい。仲間に聞いてきてくれないか。俺じゃあすぐに答えてもらえない。早くヨシアを助けてやりたい。俺は何も隠してない。なんでそう思うんだ。ヨシアはいいやつだろ。俺がこの船で唯一昼間も話ができる相手なんだ。このままじゃ困る。大事な家族がいなくなる。そうだ、俺に肉親はいない。おい、イチゴ頭。
別に見えてないぞ。俺が考えていることを的確に言い当ててくる。それも自信を持って。お前がじっと俺を見るのは癖か何かだと思ったが、そうじゃねえな。この会話の流れで顔が赤くなるのはどう考えてもおかしいだろう。口数が多くないのも俺にとっては違和感に思えてきた。お前はこの船に乗っている幽霊みたいだ。口数は多くないくせに俺のことを見透かしたようなことを口にする。口にした言葉が的確すぎる。まさかそれが運命の輪の本当の能力か。別の人間になりすます能力があるくらいだ。相手の思考を読むことができる能力があってもおかしくない。そうか。運命の輪の能力は気軽に使えるものじゃないんだったな。ってことはお前のその察しの良さは天性のものなのか。話せ。黙っていていいことはないだろう。まさかここまで来て話さないことを許すほど俺が甘いやつに見えてるのか。痺れを切らした俺が何もしない保証はないぜ。タロックを2つ？どういうことだ。恋人たちと運命の輪。タロックは2つ同時に宿すことが可能なのか。そして恋人たちの能力が相手の思考を読むってことか。今までのお前の言葉は俺の心を読んでそれをそのまま口にしてたってことか。分かってたまるか。全て分かる必要なんてないんだ。人間が同時にどれだけ複雑なことを考えていると思うんだ。そのうちの相手の心を大きく占めるもの、それが分かるんだ。思い通りにことが運ぶのはさぞかし愉快だろうな。他の奴らだってその力のことは分かってるんだろう。分かっていて野放しにしているのは異常だ。正気の沙汰じゃない。俺が能力を使って変身した時、スティグマータは光って熱を帯びた。お前の恋人たちの能力もそうなのか。お前のスティグマータを見せてみろ。そうか。見せないってことは弁明する気はないってことだな。気分が悪い。盗人に覗き見。アルカナファミリアは随分な犯罪組織になれそうだな。やっぱりタロックはこの船に持ってきて正解だったな。そんな奴らが恨み事を生まないはずがない。ヨシアのことも自分で何とかする。お前は関わるな。胸くそ悪い。
あの部屋、ドア開いてるぞ。誰かいるのか？お嬢、なんで泣いてるんだよ。落ち着いて事情を説明しろ。リベルタ、お前もだ。落ち着け落ち着けだって。なんでそんなにお前は落ち着いてるんだよ。うるさい。ほら、水を見つけて持ってきている。少し飲んで気を鎮めろ。リベルタが毒味をしているから大丈夫だ。なるほど。それで泣いていたということか。ムカつくな。なんだよその兄ちゃん、こっちの事情も知らずに言いたい放題。生まれながらにステグマータがあったっていう事情も知らないくせにさ。大体俺らが能力持ってるのは俺らのせいじゃないじゃん。だが、それを言い始めたら、他の大アルカナにも言える者がいるだろう。わかってる。俺は一方的にお嬢を責めるのはおかしいって言いたいんだ。それはそうだな。だが、そのアッシュという男も、不快な思いをしたのは確かだ。まあいい気はしないかもしんねえけどさ。俺らを利用することしか考えないとことか、まずタロッコ盗むとことか、間違いだらけなのはそいつも変わんねえよな。だが、それとアルカナ能力の使い方は別問題だ。以前僕は言ったな。他人の心なんて簡単に見るものじゃないと。浅はかな能力の使い方をしたことを反省する、いい機会になったんじゃないか。僕らは狭い島の、そう多くない人間の中で、理解を示すものに囲まれて生活している。それを当たり前だと思わないことだ。なんつうか、そいつとノバって似てんじゃねえの。一緒にするな。アッシュという男はどう考えても視野が狭い。むしろお前に似ているはずだ。んだと？そうだな。その方がいい。一緒に行こう、お嬢。俺、そいつのことは個人的に殴ってやりたい。よし、行こうぜ。開かない。そんなはずはないだろう。開かないな。何かドアの前に置かれたのか。え？なんだよその声。何がいるんだ？ダメだ。廊下には出られない。うわー！お嬢は見るな。この部屋の前にヤバいくらいの骸骨が張り付いてる。絶対これは開かない。無理だ、無理。さっきの話からすると、朝になれば骸骨はいなくなるはずだ。このまま朝を待とう。お嬢、俺とノバで両側を固めるから、そっちでまとまって朝を待とう。これは戦略的待機だ。そうだ。
この状況で闇雲に突っ走るのは危険だ。それでお前は何がしたいんだ？運命の輪を欲す。それは方法の一つなんだろう。お前の望んでいた結果は何だ？我の望みは正しき姿になること。もう少し理解できるように言えよ。お前ら頭にくるんだ。タロッコだなんだって言ってる意味がわからねえ。人には理解できない。絶望にすらたどり着かない運ラビリントアトムスフェリコ。今は引くしかない。ダメだ。やっぱり一人じゃ無理だ。お嬢、心配かもしれないけど、少しは寝ろよ。傷つけたと思うなら何をすればいいのか自分の中に問いかけてみろ。答えは夢の中にあるかもしれない。そう思えば眠る気にもなるだろうん。詩人だなぁ、ノバ。う。うるさい。僕は寝る。